皆さんこんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。私は最近実は悩んでいることがありまして、今日の動画ではそれを自由に、そして率直に話したいなというふうに思っているんですが、話させてください。実は今日投稿する動画はいつも出している感じの動画と、かなり違う感じの動画になるのではないかというふうに思っているんですけれども、その理由が2つあって、1つは今まで自分の悩みをそのまま皆さんに言ったことがないんですよね。なので話題自体が結構初めてですよね。そして二つ目の理由は、実は今日の動画は本当に何も計画せずに、何も台本書かずにやっているんです。今までの動画では割と細かく台本を決めて、台本通りにやってたんですけれども、果たしてそれがいいのかというのが、私の YouTube チャンネルがまだ割と初期段階なので、皆さんは何が好きなのか、YouTube 上何がいいのかっていうのが実はまだあんまり分かってなくて、試行錯誤でやってると言いますか、なんとなくやってるんですけれども、それで、いろいろ試したいなというのを思っています。なので、今日の動画はちょっと台本なしでやってみようじゃないかというふうに思いました。つまらなかったらごめんなさいね。来週は、いつも通りの台本を作って、その台本通りに動画を投稿すると思うので、安心してください。では、私の最近のお悩みなんですけれども、要するに、最近私の日本語って、特に漢字でも、日本語全体的にちょっと下手になってるのではないかということです。皆さんからしたら、いやいや、全然第二言語だし、全然そんなことないよっていうのは思うかもしれませんが、やっぱり言語って、母国語でも第二言語でも、慣れっていうのが非常に大事で、その言語で話すことに、あるいはその言語で書くことに慣れていないと、すぐいろいろ忘れてしまうんですし、いろいろ変になりますよね。で、最近自分の日本語が変になってるなと思う瞬間が結構あって、いやー、これでいいのかっていう、悩みですね。で、特に漢字がすごくもう書けなくなってるっていうか、忘れてしまってますね。いろいろ。例えばなんですけれども、この前自分の地元の、ダートモアっていう国立公園に生息しているポニーについての、馬についての動画を出したんですけれども、その動画で私が慶應義塾大学で作った、宿題のために作った作文を読み上げたんですけど、当然慶應義塾大学でその作文をやった時はその全てをちゃんと分かってたんですけれども、半年ぐらい経っていろいろ動画で読み上げた時、漢字の読み方とかを間違えてしまってちょっと変な文章になったりしてたんですよね。見た方はわかると思いますが、動画をちゃんとチェックしてたんですけれども、間違いがあるかどうか、あるか。ただ、チェックしてた時はいろいろ気づかなくて、優しい視聴者さんからのコメントをいただいて、ここの漢字の読み方がちょっと変ですよ、みたいな、ちょっと、間違いがありますよっていうのを、いただいたんですね。で、それらのコメントを読んで、初めていろいろ、これが間違ってたんだということに気づいて、その間違いが皆さんに見られてしまってすごく恥ずかしいなと思いました。で、やっぱりなんでこんなにいろいろ忘れてるかと言いますと、最近漢字を書く練習をあんまりしてないんですし、読む頻度も、日本に住んでないので減ってるんですよね。でも、それだけじゃなくて、先週授業が始まったんですけれども、私の授業の半分ぐらいが、日本語の授業で、スピーキングだったり、ライティングだったりあるんですけれども、この学年の初めての授業だったので、自己紹介的なことをやってたんですね。で、
自分のクラスの皆さんはもうお互い知ってるんで、別に名前とか出身地とか言わなくてもいいんですけど、日本での留学からイギリスに帰ってきて、その感想はどうなのかっていうような、話をしてくださいというふうに先生に言われて、でもやっぱりそれだけ言われたらみんな、何について話せばいいのかわからないみたいな気持ちになるので、日本に行く前の日本の印象、その留学中の印象、日本の留学からイギリスに帰った後の日本の印象を全部一言にして、それを説明してくださいというふうに先生が言ってたんですね。で、その一言を付箋に書いてくださいということだったんですね。もちろん日本語で。で、私は、行く前の印象が書類と書いたんですよね。名詞一つだけで書いてくださいと言われたので、書類って書いたんです。で、それは、日本ってやっぱり書類が多くて、ちょっと、留学に行く前の準備が大変だったっていうことなんですけれども、その書類という、割と簡単な感じだと思うんですけど、書けなかったんですよ。と思って、自分で。なんでこれ書けないの？今まで簡単に書けたはずなのに、日本の留学から帰ってきて書けなくなってるのってどういうことと思ったんですよね。すごく自分にとって衝撃でした。漢字の勉強を本当に真面目にやってたので、割とこう自慢に思ってたと言ったらちょっと変な人と思われるかもしれないんですけど、自分は漢字が得意と思っていたんですけど、このように間違えて書けなくなって、すごいどういうことと思ったんですよね。なんでっていう。でそれでいろいろ漢字の勉強をやり直さなきゃっていう風に考えて、ちょっと悩みになったりしてますね。じゃあ、どうやって解決していくかという話なんですけれども、これから毎日漢字を書く習慣をまた作りたいなというふうに思っていて、このような、緑の本で、ちょっと、昨日始まったんですけど、日本語でこう YouTube とか見ながら、その人が言ってる言葉をそのまま漢字で書くとか、そのような練習をまたしたいなというふうに思って、その習慣をこれから作っていきます。そうすることによって、ちょっとずつまた漢字を書く能力を取り戻せるのではないかというふうに、思ったんですけど、実は下手になってるのは多分漢字だけじゃなくて、ちょっと話すのも、ね、発音とか、ちょっと下手になってるのではないかと感じてて、特にろれつが回らない感じ、毎日英語で話してるので、やっぱり口の動かし方が違うので、日本語のその口の動かし方に慣れてなくて、このように動画を撮ってる時、ちょっと変な発音になったりしてるかもしれないなっていうふうに感じてます。それがこの動画をこう台本なしでやる理由のもう一つになったんですね。その話す練習になるからイギリスに日本人の友達はいなくはいないので、話す機会が完全にゼロっていうわけではないんですが、やっぱり割合的に日本語より英語が多くなってるというのが事実で、日本語能力をキープするのであれば、やっぱり意図的に日本語を使う機会を作らなきゃいけないんですよね。うん。オチがなくて申し訳ありませんが、今日の動画で話したい内容はそれぐらいですかね。最近私の日本語がちょっとだけ下手になってるかもしれませんが、自分の日本語がまだまだっていうのが事実で、これから下手にならないように、そして、もっと得意になるために、日本語の勉強にまた頑張りたいなと思っています。なので、これからの動画に日本語の間違いとかがあったら、ぜひコメント欄で訂正していただければと思います。本当に助かります。そして今日の動画では、初めて台本なしで話していったので、話がこう、あっちこっち飛んだりとかして、ちょっと分かりづらかったかもしれません。皆さんがこのような動画が好きかどうか、ぜひ知りたいので、コメント欄で感想を教えてください。そして今日の動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして他の動画も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。
バイバーイ。